ては武田家の軍法を盗む気なのら。やっぱり貴様は油断できないやつなのら。それもそうなのら。そうなのら。新田健介、親方様の命なのら。トトに同行するのら。カエル城ら。そうら。カエルの城主一徳斎様が城を開ける用事があるから、トトがその長来として行くのら。そうなのら。貴様は黙ってついてくればいいのら。二国ほろれつくからそのままでいいのら。刀は後で返してやるのら。ほら、さっさと行くのら。これは夫殿、館に戻ったのでは？トト。はいなのら。夫殿のことしかと頼むぞ。はいなのら。おう、縛っていくんだぜ。バンジー、抜かっちゃダメだよ。気をつけてね。ありがとうなのら。では行ってくるのです。新田健介、何してるのら。早く来るのら。なんだ、どうかしたのら。また女のことでも考えているのら。親方様がおりながらなんて節操のないやつなのら。広い男なのら。どこにあるのら。天久様に聞いたのら。新田健介には10人以上の嫁がいるって。なのに親方様とも夫婦になったのら。なんで親方様はこんな清楚な書を選んだのか。大好きなのら。トトが今あるのは1から10まで親方様のおかげなのら。百姓だったトトを拾ってくれて、近習として取り立ててくれて、勉強を教えてくれて、だからトトは親方様のために死ねるのら。愛してるのら。春日様はトトの兵法のお師匠様なのら。大好きに決まってるのら。ココもコナもトトにとって大切な仲間なのら。一緒なのら。
信用できないのら。いいか新田健介、親方様を泣かせたらこのトトが成敗してやるのら。覚悟しとくのら。まあ保留にしといてやるのら。カエル城は越後との国境にある対長尾用の城郭なのら。恋が縄張りしたいい城なのら。山本恋勘介といって親方様に忠義を尽くす良いもののふなのら。今は駿河の動きに備えて下山城に詰めてるのら。恋は男が苦手なんだから怖がらせたらダメだぞ。トトは聞いてないから知らないのら。親方様とひふみの2人が騒乱してやってるからそれでいいのら。もう説明するのも飽きたのら。ほらさっさと馬を走らせるのら。待たせてすまなかったのら。して一徳斎様はどちらに？了解したのら。ではしばしの間カエル城を預かるゆえよろしく頼むのら。頼むのら。ほら新田健介、ぼーっとしてないでさっさとついてくるのら。
これよりカエル城はトトが城来を務めるのら。まずは状況の確認を行うのら。各省は報告を頼むのら。ふむ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 。状況は理解したのら。気球の用がないのならそれでよしなのら。でも新田健介、城来として高坂トトが命ずるのら。一徳斎様が戻ってくるまでにカエル城をピッカピカにしておくのら。城内の掃除をするのら。そうなのら。城内の掃除を新田健介がやるのら。これは城来としての命令なのら。どうするのら。できないというなら親方様のために何でもするといった言葉は嘘らということになるのら。やるのら。なら一徳斎様が戻ってくるまでこき使ってやるから覚悟しとくのら。新田健介、じゃあまずは城内の掃除なのら。塵一つないようにきれいにするのら。本当に言っちゃったのら。大丈夫なのら。別に新田健介のことをいじめるためにやってるわけじゃないのら。これは新田健介が光様にふさわしいやつなのかを見極める大切な仕事なのら。だから皆の者、このことは内緒にするのら。絶対らからな。
あれからずっと掃除してやがったのら。それはそうらけど、ここはさっき女中たちが掃除してくれたからやらなくてもいいのら。だからやらなくていいって言ってるのら。新田圭介はさっさと部屋に戻って寝ればいいのら。構わないのら。明日の予定は明日の朝に伝えるから、さっさと部屋に戻って寝ろなのら。つべこべ言わずにさっさと行くのら。なのら。新田圭介、起きるのら。いつまで寝てるのら。さっさと起きるのら。なんだじゃないのら。今日は忙しいんだからさっさと起きるのら。わかったのら。でも春日様が来てるんだからさっさとするのらぞ。それは後で説明してやるから、さっさと顔を洗ってくるのら、こののろま。遅いのら。ちゃんと食ったのら。な
らまあ許してやるのら。朝食は一日の元気の元なのらからな。驚いたんだぜ旦那。普通じゃないというご指摘は確かにその通りですね。というかトトちゃん、健介様にご説明していなかったの？こんなやつに機密情報を話せばおしっこみたいに漏らすに決まってるのら。おしっこくらいラレレも漏らすのら。別にトトだけじゃないのら。まあトトのおもらし癖については置いておこう。広いのら春日様。夫殿よ、実はこたびの海津港はとある作戦の一部として行われていたことでな。はい、ほんの少し前、信州海津城近辺で大規模な一揆が計画されているらしいという情報がつつじヶ崎館に入ってきたんです。で、あたいらはその一揆を鎮圧するために夜のうちにこの城に集まったってわけなんだぜ。さとい、さすが親方様が欲しただけはありますな。夫殿の慧眼には恐れ入る。実は一揆を企んでいる首謀者の一人にいささか気になる名前があったのです。その名はトラ。もしこやつが我らの考えるトラであるならば、武田にとっても因縁深き相手であってな。で、そいつが海津近くの村で一揆に賛同する農民たちを集めているんだぜ。およそ1000。そうです。ただどうやら一枚岩というわけではなく、密告者が現れる程度の集団のようでして。右往の衆ってバカにするのもダメだけど、団結してるってわけじゃなさそうだし、そう大きな戦にはならないと思うんだぜ。でも一徳斎様から妙な情報が伝えられてきているのら。その一揆勢は鬼を操っているのではないかと一徳斎様は睨んでおるようなのだ。一徳斎様の手の者が鬼と年若な男が並んで歩いているところを幾度も見つけているのですよ。鬼がそばにいるのに襲われなかったってだけで十分怪しいんだぜ。それにその話が本当のことなら武田にとって脅威なのら。年まではさすがに。ただ顔つきは幼いですが体格の良い大男だったという話ですよ。ざっと500だぜ。隠密作戦の性質上、あまり多くの兵を連れてくることはできなかったのです。大丈夫だぜここ。あたいの赤備えが中心になってんだ。一気の1000や2000どうってことないんだぜ。鉄砲が10丁、弓100針、あとは槍が足軽の分。
主力は赤備えの100を当てることになるでしょうな。なんだよ旦那、あたいたち赤備えがどれだけ強いかって旦那は知ってんだろ。いや、それはさすがに無理というものだろう。そんなことやってる間に体勢を整えられちまうんだぜ。そうすりゃせっかくの作戦が水の泡なんだぜ。一徳斎様が城を開けたことでようやく隠れていた一騎勢が動き始めましたからね。それにこういう問題は一つでも下手に出ればウゴのタケノコのように次々と不定の輩を生み出すことになろう。夫殿ならばその意味わかるであろう。人は宝だ。だがその宝を傷つけようとする者も中にはいる。そういった者どもを他の者と同列に語ってよいものなのか。説はそうは思わん。世に平等などというものは存在せんのだ。宝であるからと何でも認めていては道理を失することになるだろう。それに今回の一揆には諏訪の残党の多くが絡んでいる可能性もあるようなんです。信州の要所作軍を治めていた領主で信虎公の時代は同盟関係だったのですが、親方様の代で手を切ってあたいらで攻め取ったんだよ。先々代の頃より甲斐は諏訪に何度も攻められていたからな。諏訪領内の不安定さにつけ込んで意志を介したわけであるが、そのことに諏訪は恨みを持った。そして今でも武田を追い落とすために信州内部で暗躍しているのです。だからこそ今回の一揆は力で鎮圧しなければならない。そういうことなのら。摂らは正義の味方ではない。信州を治めるためには秩序が必要であり、その秩序を乱す者に対して手心を加えることはできん。いいえ、
今は出陣の準備をしている最中ですので、今しばらくかかるかと。夕方頃に出て到着は夜頃になると思うんだぜ。だからこそ夫殿にいてもらったのだ。鬼との戦の軍団を聞くためにな。章1位、諏訪の社がある信州。その地もすでに大法理と諸流との戦により血に汚れ、神聖が薄れておる。都合よしと言うべきか。そして今また信州の地に血が滴る。赤き血、青き血、その血が扉につながることとなろう。さあ荒加賀が据えよ。陳の本願成就のため、その身でたっぷり血を受け止めろ。